けない。あんたどうした？大丈夫な？金原直人。金原直人さんっていうのは大丈夫？大丈夫です。ただちょっと。大丈夫じゃないやろ。今救急車呼ぶで。本当大丈夫です。救急車はやめてください。でもほっといて何かあったら死ぬまで後悔するやんか。あんた金原直人さんっていうの？違います。私は杉浦圭です。圭さん？杉浦圭さん、あんた本当に大丈夫な？私はどうしたらええ？じゃあちょっとお願いがあるんですけど。お願いって何？金原直人さんに会いたいんですけど。その金原直人っていう人を探せばいいの？すいません、お願いします。分かったけど、そんなお願いより、あんたここどうやって来た？一人なん？ちゃんと帰れんの？ここバスも電車も来やへんやろ？歩いて帰ります。歩いてってどこまで？えーっと、って何なん？家に帰ればいいやろ？そうです。家に帰ればいいですよね。ちょっと待って、あんたおかしない？家に帰ればいいですよねってそんな当たり前のこと思いついたみたいに。おかしいやろ。すいません。本当のことを言います。ヨーロッパから来ていて、日本に家はないんです。ちょっと待っとってな。意外と早かったな。タクシーで払ってくるで、中入って待っとって。その金原直人っていう人が見つかるまでやでな。それまではうちおってもええで。でもおかしない？オランダから来とってホテルも取ってないって。その上荷物も財布もパスポートも全部なくしたなんておかしいやろ。いろいろすいません。金原直人さんって、この指揮者の人？そうです。ちょっと待ってな。はい、金原です。もしもし。金原直人さんでしょうか？はい、金原です。私、白原と言います。金原さんに、はい。どうしても会いたいっていう人がおるんですけど、お願いできないでしょうか？大丈夫です。ありがとうございます。会ってくれるって。近いうちにお願いしたいんですけど、はい。はい。時間は1時。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。土曜日、フレアホールっていうところで会ってくれるって。ありがとうございます。
すいません。金原さんでしょうか。そうです。どうぞ入って。失礼します。はじめまして、金原直人です。白原さんでしょうか。はじめまして。今日は忙しいところを無理聞いてもらってすいません。うちの近くにこんなところあったんやな。ここプライベートで借りれるなんて指揮者さんってすごいですね。こんなとこに呼び立ててすいません。でもステージで雑談なんてちょっとゴージャスでしょ。はい。こっからの眺め好きなんですよ。本当素敵ですね。ありがとう。まあどうぞ。ありがとうございます。けいちゃん、金原さんに会えてよかったな。ありがとうございます。ゆいさんのおかげです。はじめましはじめて。まして。杉浦圭です。父は杉浦仁です。ああ、そういうことか。仁の子供やな。あいつにこんな大きな子供がおったやな。日本で頼るやつは俺しかおらんってことやな。そういう人もすごいな、お前のお父さん。いえいえ、金原さんの方がずっと父より上ですし、尊敬してます。嘘つけ。俺は天受けの指揮者で、お前のお父さんロイヤルコンセルトヘボンのティンパニストやぞ。職業の話ですか？私は職業の話ではなくて、音楽の話をしてるんです。マーラーみたいなこと言っとんな。日本におる時ぐらい面倒見たんで。ありがとうございます。あと、お願いがあるんですけど、俺に何のお願いがあんねや。オーディションしてください。オーディションってさ、うちは団員が不足してるぐらいやのにオーディションって。とにかく金原さんのオケで音楽がやりたいんです。お願いします。一流のオケの子供が天受けで音楽やりたいってバカにされとるとしか思えやんねんけど。とにかくお願いします。金原さんのオケでないと音楽をやる意味がないんです。わかったわかった。じゃあ演奏一回見せてもらおうか。そういえばお前担当は何なん？それとなんでそんなにまでして俺のオケにこだわる必要があんねや。まさかそのために日本に来たんとちゃうやろな。そのために来ました。理由はあります。でも今それは言えません。もしそれが知りたかったら、私を金原さんのオケに入れてください。けいちゃん、そうなん？金原さんってすごい人なんやな。いやいや、ちょっと待ってさ、そんな責任が重いことを考え直すことできやんのか。それはできません。もしそうなったら人生の目的がなくなってしまいます。大げさやわ。言わないでおこうと思ったんですけど、あかん、ちょっと気になるんで言ってみ。実は3年前、父が泣いてるところを初めて見てしまったんです。ひとしがなんで？金原さんが学生オケを振ってるビデオを見て、泣きながら言ってたんです。なんて？俺はあいつにはかなわない。おう、K。金原さん、ピアノ弾いてもいいですか？おう、ええな、弾いてみ。
お前なんでこんな演奏できんの？こんな才能あるやつがさ、俺のオケで音楽やりたいってやっぱおかしいやろ。そんなことないです。金原さんに比べたら足元にも及びません。お前と音楽の話しとるとバカにされとるとしか思えやんな。本当に尊敬してます。わかったわかった、もうええわ。ちょっとお願いがあるんですけど、今日のリハーサル、私に振らせてもらえませんか？お前指揮もできんの？ええな、やってみ。なんでケイちゃんが指揮しとったんですか？
その方がおもろいやろ。実は俺が K の式を聞いてみたかったんかな。まあ、俺よりうまかったってことやな。もしもし。白原由衣さんのお電話でよろしかったでしょうか。はい、白原です。私、アルプステレビの黒木と申します。今回白原さんに当局の番組プログラムに出演していただきたいというお願いなのですが、お引き受けいただけないでしょうか。それと杉浦圭さんもご一緒していただけないかと考えておりまして。ちょっとすぐには返事できないんですけど。では明後日また今回と同じ時間帯にお電話差し上げますので、お返事お聞かせ願えないでしょうか。わかりました。いいお返事期待しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。ひーちゃん、そういえばプログラムから出演依頼来とるけど、どうする？出演します。白原さん、ちょっと言いにくいんですけど、昨日自治会の集まりがあって、例の動画が問題になりましてね。問題？はい。ほとんどの参加者さんたちから、ここの自治会にはふさわしくないんじゃないかという話題になったんですよ。どういうことでしょうか。で、どういったご用件なんでしょうか。はい。誠に申し上げにくいんですけど、白原さんにはもっとご自身に合った環境というものがおありでしょうし、そのような環境で活動をなさるべきなんじゃないでしょうかという意見が多く寄せられまして、その内容を伝えさせてもらうために来ました。ご一行願えないでしょうか。それって簡単に言うと邪魔やで引っ越してくれってこと？別に環境はいいけど引っ越す気もないし。でもね、こちらとしましても静かな環境を望んでいる人も多く見えますし、これだけ世間で騒がれてますと、私どもとしましても白原さんとどのように関わっていけばいいのか、これから不安がありますし、お互いのためになると思うんですが。わかりました。一度考えときます。今美術界では、特に白原さんが携わっている世界では多くの誤解が渦巻いています。
それはどんな誤解でしょうか。白原さんが活動している長所の世界では、大多数の作品がヌードです。というより、肉体美を表現するために長所があると言っていいほどです。そうなんですね。そしてそこが長所では大きな落とし穴になってます。どんな落とし穴でしょうか。ヌードイコールいかがわしいという認識に縛られているということです。性的表現の手段と同じレベルで見られてますよね。それはわかります。これは美術界にとって大きな危機です。世界一の美術館、ルーブルの所蔵作品の多くがヌードです。つまり、人間の肉体美は美術界には欠かせない。むしろ、肉体美こそが美術だと言っても過言ではないくらいです。文化の一部が今、大きな分岐点にいます。それはどんな分岐点でしょうか。ヌードへの解釈が変化した時代です。歴史にこの時代が残ってしまうかもしれないということです。美術イコールヌードからヌードイコール性的象徴と変化した時代へと。それはどうしても避けるべきですね。白原優衣さんはこの危機回避のために大きな石を投げたんです。とてもすごいことです。白原さんは歴史に残る偉業を成し遂げたかもしれないということですね。成し遂げたんです。今回自治会で芸術祭を開催しようとしていて、ぜひゆい先生には最高顧問をしていただこうと考えております。あれ、もう出ていかなくてもいいんでしょうか。あの時は大変失礼しました。ゆい先生がこんなにも素晴らしい仕事をしているとは存じなかったものですから、できれば水に流していただけないでしょうか。別に同じことやっとっただけで、ただ評価されただけです。過去は変えることができませんしね。今回は映像クリエイターとして話題の白原優衣さんと同じチャンネルで演奏動画が今500万再生を超えている杉浦圭さんをお呼びしてお送りします。こんにちは、白原さん、杉浦さん。番組への出演ありがとうございます。そしてよろしくお願いします。よろしくお願いします。白原さん、その若さで芸術界でのご活躍、素晴らしいですね。いろいろとご苦労とかおありでしょうが、今日はいろいろなお話を聞かせてください。はい。まあ、いろいろありましたけど、苦労とは思ってへんよ。好きでやってきたことやで全部楽しんどるかな。あと、白原じゃなくて、ゆいって呼んでもらえませんか？ゆいさんですか？はいいいんですか？わかりました。それでは、ゆいさんと呼ばせていただきます。それでは、杉浦さんもお話を伺わせてください。まだそんなにお若いのに、オーケストラであれだけの指揮をするのはすごいですね。クラシックはあまり詳しくないのですが、動画がアップされてまだ1週間も経っていないのに500万再生を超えるのはすごいですね。私も杉浦じゃなくて、K って呼んでください。K さんですね。わかりました。私なんか全然すごくないです。ゆいさんの YouTube に動画がアップされたから、たまたま再生回数が伸びただけです。音楽の実力も実は全くないんです。いやいや、ご謙遜を。実力は十分おありでしょ本当に実力は全くないんです。残念ですが、近いうちにそれが明かされます。そうですか、K さん、ありがとうございました。それでは、ゆいさん、もう一つお願いします。はい。セルフ調査をしようとした経緯と、その過程を YouTube に動画でアップした理由についてお願いします。はい。セルフ調査については、多くの人たちのヌードへの見解が思わしくなかったんで、自分自身でモデルをすることにしたんさ。セルフ調査は、モデルの時間に縛られずに、好きな時に好きなだけ調査ができるっていう嬉しいメリットもあったん。YouTube に動画をアップしたんは、今芸術界は一般的やないし、というより閉塞的な感じがしとったんさ。その閉塞的な芸術界とヌードへの見解もあって、非常に活動しにくかったんで、ちょっとでも理解してくれる人が出てくれたらええなっていう軽い気持ちでアップしたんやけど。麻生と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こ
この度はお忙しいところ申し訳ありません。早速ですが、お電話でお願いした件ですが、いかがでしょうか。受けてもいいんですけど、条件があります。条件ってさ、お前、あのじゃ一挙やぞ。俺が振りたいぐらいやわ。わかりました。その条件をお聞かせください。当日のプログラムですが、私に決めさせてください。そのプログラムをお聞かせ願いますか。今はまだお伝えできません。後日お伝えさせてもらいます。そしてリハーサルは完全クローズドで、後半のプログラムも未発表のままにしてもらえますか。その条件が満たせるなら受けさせていただきます。えらい強気やな。あんな演奏するとこんな風になれるんやな。いいえ、私なんか音楽家としては全然未熟です。
なんでお前。そうです。今日演奏した曲はシベリウスの偉大な曲とそれ以上に偉大な曲、金原直人作曲の交響曲第1番、無音の響きの初演です。私なんかがごめんなさい。あの曲、直人さんが作ったんやな。すごいな。ほんとすごいわ。あ、直人さんって言ってしまった。ケイちゃんも金原さんも本当にすごいわ。ゆいさん呼び方直人でええよ。確かに俺の曲やけど、まだスコアに起こしてへんし、なんでお前スコア持っとんの？深いことは考えなくてもいいんじゃないですか。歴史的瞬間に今居合わせたんですから。何大げさなこと言っとんねや。でも歴史が生まれる瞬間ってそんなもんじゃないんですか。歴史って大げさすぎやろ。はい。もしもし、直人さん、ゆいやけど、ああ、ケイちゃんがおらんのやけど、そのうち帰ってくんのちゃうの？私もそう思っとったけど、もう2日ぐらい帰ってなくて。ちょっとそっち行くわ。分かった。ごめんなさい。私こういうのどうしたらいいか分からへんの。直人さんのことは嫌いじゃないんやけどな。むしろ大事な人やで。それ、昔岩絵の具で描いた富士山。すごいな。吸い込まれる。直人さんおはよおはよう。もう2年やな。う。もうそんなになるんや。あっという間やな。今でもケイちゃんがおるような気がするわ。ひょっこりただいまって帰ってくるんちゃうかなって毎日思っとんやけど。
本日はお伝えしなければならないことがあります。私がこのプログラムで司会をするのはこれで最後になります。来週からは美術家で映像クリエイターの白原由衣さんが当番組の司会者になります。今まで以上に応援よろしくお願いいたします。今までありがとうございました。どうも。お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい。川西薫です。お待ちしてました。本物のゆいちゃんや。本当にあんたが川口薫さん？ゆいちゃんの家に来たなんて、明日みんなに自慢しよよろしくお願いします。う。これって取材な。私こんなん初めて。薫さん、あ、ちゃんの方がええかな。かおりんって呼んで、みんなそう呼ぶし。薫ちゃんでええかな。しゃあないな、はでええわ。薫ちゃんはいつ調査始めたん？なんで調査やろうと思ったん2年前の夏かな、友達とプールで泳ぎに行った時、その友達の肩が気になって。で、なんとなく見とったら、私この形作れるやんと思った。そうなったらめっちゃ作りたなって、画材屋行って粘土買ってきたんさ。で、その日から作り始めたん？そうそう。でもなんかちゃうな思ったで、その友達にモデル頼んだんさ。どうやった？夏休みやったし、その子が毎日来てくれて、10日ぐらいで作れた。作品は着衣？ヌード？その時は何も知らんだで、肩から下10センチぐらいのとこから頭まで。それで？できたら人に見せたなったで、最初お父さんに見せた。お母さんも見に来てびっくりしてしまったみたいで、夏休みやのに学校に電話して美術の先生に見てもらうことになったんさ。先生も見たらびっくりしてしまって、知り合いの彫刻家を紹介してもろて、でその人が今でもうちの先生なん。薫ちゃん、プログラム出る気ある？私テレビ出れんの？めっちゃすごい。みんな羨ましがるやろな。あと一つ聞かせて。日刊史上最年少特選受賞はどんな気分？別にどうってことないわ。それよりゆいちゃん、映像クリエイターやし、テレビにも出て夢叶えたって感じやん。羨ましいわ。私も一応彫刻やっとって、日刊に応募した時話題作りのために特選もらったことあるけど、実力とちゃうでそっちの方が羨ましいわ。そういえば、ケイちゃんって最近どうしとんの？最近テレビで見やへんけど。ケイちゃんのこと知っとんの？なんで？ケイちゃんのことなら誰でも知っとるよ。ちょっとこれうちの自慢なんやけど、大体うち、ケイちゃんのコンサート行ったことあるし、これ私の自慢。お前どこ行っとったんや。
直人さん、大丈夫？夢見た。早速やけど取材させてもらってもええ？お手柔らかに頼むわ。もう赤点は取らへんので。あかんあかん、先生あれで最後って言うたやんか。この際やから言うとくわ。うさぎ小屋のうさぎの目赤くしたん俺なんや。どの際や言うたら、右から2番目の小さいやつ俺やろ。角2本生えたやつやろ。そうそうそう。そいつがさ、勉強したら背中から角2本とも刺す言うんよ。際言うたらさ、上向いて角生えとるやん。ってことは顔が下向いてすごい苦しい格好になるやん。それでもええんやで。なんちゅう卑劣なやつやな。見上げた根性しとるわ。俺も見習わな。それで勉強したくてもできやんからさ。取材に並んで真面目に行こうか。よし、わかった。どこ行く？ゆうちゃんやったらどこへでも連れて行くで。そやで、ちょい真面目に頼むわ。わかった。自信ないけど頑張ってみるわ。ゆうやくん、ピアノいつ始めたん？ようわからんけど、おかんが言うには3歳頃らしい。物心ついたら弾いとったって感じ。後で金原さんにも質問してもらうけど、始めた頃から才能とかあったん？誰かに認められたりとか。そんなん全然あれへん。ピアノめっちゃ下手やったんやで。信じられへんな。本当のこと言うて。いや、これほんまにやで。ここ最近やで。自分でもピアノ上手なったなって思ったわ。じゃあ最近っていつぐらい？それははっきり覚えてる。2年前からやな。それはなんでなん？音楽が急に上がってきたなっていうか。なんて言ったらいいんやろうな。なんかいけるやんって思ったんさ。それまではコンクールなんか出ようとは思わんかったんにな。なんかきっかけってないの？いやー、それが自分でもさっぱり。自分でも教えてほしいぐらいやわ。じゃあ金原さんに代わるわな。いや、ゆいちゃんともっと話したい。まあまあ。ゆうやこれ弾いてみ。ゆうやなんてそんな風に弾けんねや。自分でもようわからんけど、多分杉浦圭さんも同じとちゃうかな。なんで K のこと知っとんねや。何言うてんの？杉浦圭ちゃんのこと知らへん人なんておらへんで。音楽に興味ない人だって知っとんのに。だいたいこれ CD 持っとるしな。一回きりの幻のコンサートも行ったことあるしな。ケイちゃんのコンサート行ったん？行ったで。直人さん、今度テレビで直人さんの意見発表したいそうなんやけど。サバンの？そう。俺の意見としてはやめてほしいな。番組の見解としてやったらやけど。
それでええの？せっかく直人さんが発見したのに。あんなん発見ならへんし、そっちの方がええわ。直人さん、私ちょっと気になることがあるんやけど、何、どんなこと？プログラムの出演希望の問い合わせが結構あるんやけど、それで？ほとんどの内容がしょうもないんやけど、ちょっと目を引く2人がおってな。その2人が直人さんの言うとった特殊能力にすごく似とるん。まさかサバンの？そそれは今すぐ会いたなるわ。う。せやろ？私もすっごい気になったですぐ電話してみたんさ。向こうから出演希望って言ってきとるから失礼やないと思ったし。それで？一応自己紹介だけして、一番気になっとることを真っ先に聞いてみたんさ。本日は脳科学者の谷川先生をお招きしています。よろしくお願いします、谷川先生。よろしくお願いします。そして本日のゲスト、山内和人君と高山あさみさんです。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人にはあらかじめ目隠しをしていただいてます。それでは、あさみちゃんだけ私がはいと言ったら目隠しを外してください。外して2分後にまた目隠しをしてください。和人くんははいの合図で2分をカウントしてください。用意はいいですか？はい。2分です。それじゃあ、あさみちゃんは目隠しをしてください。和人くんの答えを確認するために、一応ストップウォッチで計測をしていました。もう説明の必要はありませんね。時計のアラーム音と和人くんの声はほぼ同時でした。あさみちゃんには今から別室であることをしていただきます。今の時間は9時15分23秒。和人くん 328×436 は14万3008です。このスタジオ内の女性の人数とその割合は？スタジオ内にいる女性は、スタッフと観覧者を合わせると116人です。全体の 68.3% になります。さっきの掛け算の答えと式は覚えてる？答えが14万3008で、式は 328×436 です。2039年の6月22日は？金曜日です。2005年の6月22日は何曜日ですか？水曜日です。あさみちゃんには別室から帰ってきていただきました。あさみちゃんがしていたことを皆さんに見せてもらえますか？はい。ありがとうございます。この子たちの常人離れした能力についてどうお考えでしょうか、谷川先生。私の意見の前にこちらの映像を見てください。こちらはサバンの方たちによる作品です。谷川先生はあさみちゃんや和人くんがサバンだとお考えなのでしょうか？いいえ、和人くんもあさみさんもサバンとは断定できません。ただ、サバンの方たちが持っている天才的な能力と似ているのではと考えています。そしてサバンについて付け加えさせてください。はい、何でしょうか？サバンとは、私たち人類にとって奇跡をもたらせてくれる能力だということです。そして、尊敬に値する人たちだということです。どういうことでしょうか？過去を見てみると、文化や科学に大きく貢献したことです。
例えば、音楽史上で抜きにできない人にモーツァルトがいます。そして科学界にはアインシュタインがいます。実は彼らはサバンではなかったのかという説があります。私は人類の進歩にサバンが大きく関わっていて、不可欠なんじゃないかと考えています。なるほど。人類の発展には欠かせない存在だということですね。では、引き続きこの謎に迫っていきましょう。あさみちゃんはいつから今のような絵が描けるようになったんですか？2年前からです。絵を描くことは小さい時から好きでした。でも今みたいな写実的な絵は技術もなかったせいか嫌いでした。今はどうですか？今はもっと追求したいと思います。やっぱり絵の基本は写実だと思います。勝人くんは小さい時から今のように時計を見なくても時間が分かったり暗算が得意だったんでしょうか？僕も2年前からです。それまではどちらかというと、数学や数字は嫌いでした。1ヶ月前に出演してもらったゆうやくんのピアノの技術と表現も実は2年前から開花したそうです。もうお気づきの人もいるでしょうけど、天才少女彫刻家として紹介した川岸薫さんの才能も実は2年前に目覚めたそうです。そのあさみちゃん、かつとくん、ゆうやくん、かおるちゃんの4人にはもう一つある共通点があります。2年前といえばプログラムで初めて紹介した天才である杉浦圭ちゃんのコンサートが開催された年でもあります。あさみちゃんとかつとくんたち4人は圭ちゃんのコンサートに行っていたんですね。そうですね。はい、そうですね。JHK 交響楽団事務局のそうです。杉浦圭さんの時は大変お世話になりました。金原先生の曲をうちの楽団で演奏したいと考えているのですが、まだ正式に出版されていない曲ですし、先生ご本人の許可がいただけないかと思いまして、先生の意向を聞かせ願えないでしょうか。自営業さんにやってもらえるなんて身に余る光栄やわ。ぜひお願いします。実は先生の曲を演奏の際には指揮もお願いできないかと考えているのですが、いかがでしょうか。本当に俺でいいんやろか。ぜひお願いします。ベートーベンやマーラーも初演はほとんど自身で演奏してますよね。その方たちとは並べやんといてもらいたいわ。今回は再び天才的な能力が開花された話題です。以前この番組で紹介した人たちは、ケイちゃんのコンサートによって能力が開花しましたが、今回は金原直人氏が指揮をした演奏によって開花されたそうです。今回出演はしていただけないのですが、番組での紹介は許可をいただきました。どうでしょう、谷川先生。私は科学とは常に事実の後にあらねばならないと考えております。人間は全てを知っているつもりになっているだけで、自然界の現象について何一つ知らないのと一緒のレベルにいると考えています。常に謙虚になって自然界に敬意を払って注意深く観察していくと、未知の謎が少しずつ近づいてくれるのだと。現代の科学力より科学で解けない謎の方が多いということですか？当然です。それも比べ物にならないくらいのレベルで。およそ450年前、地動説が解かれたとき、人類はどのような反応を示したでしょうか？狂人とか犯罪者のような扱いをされたと記憶しています。そうです。今では当たり前の事実を450年前の人たちは受け入れることができなかったのです。常識から外れていることは人類は受け入れられなくて、否定することを歴史が証明しています。飛行機も今の時代では当たり前ですが、あの頃人類が空を飛ぶ日が来ると信じていた人はいなかったでしょう。やはり金原直人作の曲と今回の特殊能力の開花には何か関係が潜んでいるとのお考えですね。そうです。現段階では説明のしようがありませんが、人類が受け入れられない事実は過去にも現在にも現れるはずです。というより、私自身そうあってほしいとさえ願っています。
その方が刺激的ですし、ロマンティックですよね。私の信念、事実が先で、科学は常にその後を行くものだと考えています。この場合の事実とは、金原直人氏の曲と天才たちとの関係ですね。金原さんご無沙汰してます。でいいのかな。お前どこで何やっとったんや。お前いくつになったんや。その前にちょっと話してもいいですか？何から話したらいいかわからないんですけど、とりあえず私は杉浦仁の娘の杉浦圭です。もう一つ、8年前、金原さん作曲の初演をしたのも私です。嘘つけ。それはどう考えてもおかしいやろ。あの時仁の子供は小学生ぐらいなんやし。じゃあ8年前の私と今の私は違いますか？いや、全然。むしろそのまんまや。見た目はそうかもしれんけど、それが本当やったらお前の消えた8年どこ行ったんや。そこが私が一番話したいとこなんです。じゃあ話してみ。でも事実をただ話しただけだと信じないと思うから、予言をさせてもらえますか？どんな予言なんや。今日、ゆいさんのプログラムが放送されますよね。そこで谷川先生がある発明品を持ってきます。これぐらいの装置にイヤホンがついた機械です。それは何のための機械なんや。金原さんの曲に関する機械です。今日は谷川先生から報告があります。とりあえずゆいさん、これを耳にはめていただけますか？ゆいさん、何か音は聞こえますか？何も聞こえません。その機械とお前の消えた8年と何の関係があるんや。とにかく今から全部話します。予言が当たったら信じてくださいね。わかった。事実から先に言うと、私は時間移動しました。それってタイムマシンとかか。方法はまだ言えません。でも未来で時間移動が可能になった世界があるのは確かです。そうか。信じられんけども、聞いてみようか。実は、時間移動の発明は金原さんの交響曲抜きではありえないことなんです。そんなことあるか。それがあるんですよ。イヤホン外していただけますか？はい。どうでした？不思議でした。寝る前、夢見る寸前に訪れるような心地よい気分なのに、気力が湧き起こってくるような、大きな岩を動かせるような感じでした。そうですか。私が以前から興味があったヘミシンクや、音によるアルファーファの研究と、金原先生の曲からサンプリングした周波数が、ある法則によって発生しています。この装置から。金原さんの曲は、ある時代ではモノリスシンフォニーと呼ばれています。未来の人たちの能力が上がったのは、金原さんの曲がきっかけになっているんです。金原さんの曲によって、未来の人間の能力は飛躍的に上がりました。そして時間移動の発明につながっていったんです。そして今までの非常識は常識になりました。私は人類が時間移動に意識を向けるためのきっかけにしかならないはずです。でもお前にはすごい音楽の才能があるやないか。これを耳にはめて
金原さん、悲壮の一学章を引いてください。見てんのか。先生、この機械は具体的にどういう内容の装置なんでしょうか？まだ完全とは言えませんが、人間の過聴域から外れているため、実際には聞こえないのですが、音によって精神と運動機能を変化させることができる装置です。以前からお話のあるヘミシンクとの違いはどこにあるのでしょうか？この装置の特徴は、運動機能が活性化される点です。将来的には教習などにも役立つかもしれません。例えば、飛行機の操縦や、全くピアノを弾けない人が装置を耳に当てるだけでピアノ演奏ができる日が来るかもしれません。夢物語ではなく、可能性は十分考えられると思います。なんやこれ。これのきっかけとなる機会を今晩プログラムの放送で谷川先生が紹介するんですよ。だから私の音楽は偽物なんです。本当にか。そうです。今日から3日後、人類の時間の概念は違う次元になっていきます。体験したことのない複雑な世界に徐々に変わっていきます。ピアノを弾いてもいいですか？今のがその実力です。これがないと全然ダメなんですよ。本当にか。わざとやないんか。ずっと私は金原さんに憧れていました。そうだ、まだちょっと説明してなかったことがあるんで、聞いてもらえますか？